これフーコックアイランドね。So now the equipment I set up for you already. バディの方が、最初の1回目、なんか早期終了みたいな感じで上にこう上がってしまって、別に様子がおかしくはなかったんですけど、僕は待ってろって言われて、で、2人ともこう上がってしまってどうしたのかと思ったら、エアーがですね、タンクに十分入ってなかったらしくて、いわゆる200気圧入っているところが、あれいくらって言えばいいんだろう、150気圧ぐらいしかないんですかね。最初残圧不足のまま入っちゃって、危険なラインをこう越えてしまったので、で、それをインストラクターに言って上に上がったらしい。本人かわいそうなんですけど、私水底に一人で置いてかれてしまって、で、全然別のバディが途中通りかかって、まあ一人かって聞かれて、まあ一人なんだけど、あいつら上に上がったから、こう、待てって言われたから待ってんだって。だから、これは大丈夫だって言ったら、あ、そうか、みたいな感じで、そのままこう通過していっちゃいましたけど、なんかそういうアクシデントがありました。
風国島でのダイビングが終了しました。パチ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 。昨日は風が強くて出航できなかったので、今日こそはリベンジしたいなと思っていて、なんとかね、無事に船が出てダイビングできてよかったかなと思います。風国島の北西の方ですね、カンボジアとの国境線まで行っちゃうとまずいんで、そこまで行かないところで、現地のベトナム人に聞くと、タートルアイランドって呼ばれているダイビングポイントで、水深がだいたい10メーター未満ですね、のところで戻ってきました。やっぱりね、日本の海と全然違うなっていうか、いかにもこう南の島っていうかね、っていうテイストが満載で、ビジュアル的には飽きないですし、トゲのあるなんか海みたいなやつとかね、いろんなやついるんですよね。その魚の形してないっていうかね、サンゴも多かったですし、本来4ダイブのはずが、2ダイブ、2ダイブになってしまいましたけど、まあね、なかなか楽しめたんじゃないのかなと思います。ありがとう。バイ。はい。ということで、風国ダイブ編はこれにて終了としたいと思います。面白かったら、いいね評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ギレコムでした。